はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと話すことが多いので、早速本題に入りますけど、最近またコロナの武漢由来説が再熱してきましたよね。これがまた、なんで話題になったかというと、今年5月9日、イギリスのデイリーメール紙が中国の科学者らがこの6年間、コロナウイルスを含む生物兵器で第3次世界大戦を準備してきたという内容の文章をアメリカの調査機関が入手したと報道したからなんですね。今日は新型コロナウイルスの起源をあくまで表に出回っている情報のみで時系列的に見て、みんなと一緒に深掘りしていきたいと思います。アメリカ国防総省が入手したとされる文書には、生物兵器が戦争で勝利するために重要になるということや、ウイルスを使用するための完璧な条件と、ウイルスをばらまいた時に他の国の医療システムにどんな影響を及ぼすかまで詳細に記録されていたらしいんです。イギリスのデイリーメール紙の他にも、オーストラリア紙のジ・オーストラリアンで報道では、このアメリカ国防総省が入手した文章は中国人民解放軍の科学者と保健当局者が作成したもので、疫病を操作して兵器を作る方法を調査した報告書だったと、結構細かい内容を報道しているんですね。で、その中国の研究者たちが作成したとされるその報告書の内容がかなりエグくて、第一次世界大戦を科学戦争とし、第二次世界大戦を核戦争と記述し、それらと違って第三次世界大戦は生物戦争になる。生物兵器を使用して最大の被害を引き起こす理想的な条件としては、強い日差しが病原菌を損傷し、雨や雪がエアロゾール粒子に影響を与えるので、晴れた日や昼間にこのような攻撃をしてはならない。その代わり、夜や夜明け、日が暮れる頃、または曇った天気の日に風向きが安定した状態で使用してこそ、エアロゾールを目標地域に向かわせることができる。このような攻撃で病院での治療を必要とする患者を急増させ、敵の医療体系を崩壊できると主張する内容だったんですけど、これ本当ですかね。かなりえぐいこと書かれてますよね。まあみんなある程度こういった準備はしているんだろうけど、ここまで具体的に生物兵器を利用することが書かれているとちょっとゾッとする。このアメリカが入手したとされる文書以外にも、今年の1月15日に台湾が中国のある映像をスクープして話題になったんです。それは2017年12月29日に中国中央テレビで放送された映像だったんですけど、パンデミックが始まったと同時期ぐらいにその映像は消去されていたんです。それは中国が自国の技術をアピールするため、また SARS の起源を詳しく研究するため、コウモリの生息地に向かうという内容で、武漢ウイルス研究所の研究員が防護服を着ずに素手でコウモリを捕まえたり、糞を採取したりといったものでした。さらに研究員がコウモリの噛まれるシーンもあり、この映像の公開により武漢ウイルス研究所のずさんさが目の当たりになってしまったというわけです。2020年1月当初は WHO にも中国当局が人から人への感染はしていない、死者も出ていないと報告していたこともあって、いよいよ中国への疑いが強まっていったんですね。っていうか、ようそんな映像流しますわな。そして今年6月5日、ノースカロライナで行われたトランプ前大統領の演説内で、コロナウイルスは中国由来だとトランプが再び強く発言したんです。そもそも2020年からこのコロナの武漢由来説はずっと続いているんですけど、この武漢由来説については、人から人への感染はしてはいない、死者も出ていないと言っていたのにもかかわらず、その後中国の研究者がゲノム配列の解析により、コウモリが持つコロナウイルスの配列と 96% が同じだったと発表していたんですね。これについては日本厚生労働省のホームページでも、コウモリ由来の SARS に似ていることを挙げ、コウモリが新型コロナウイルスの起源となった可能性が考えられているとしていたんです。でも自然に発生したウイルスにしては、ちょっとあまりにも感染力が強すぎじゃねって各方面から言われてきたんですね。そしてコロナの感染が最初に確認された中国の武漢市内の市場を中心に多くの感染者が出たことと、武漢の外れの山沿いにある武漢ウイルス研究所があることが発覚し、そこは中国ウイルス培養物保存センターでもあり、研究所はアジア最大のウイルス保管施設で1500株以上保管しているということが広まったというわけです。研究所については2015年、人から人へと感染力の強いエボラウイルスなどが含まれるレベル4の病原体が集められ、それらを扱える最高基準の安全性を確保した実験室が完成しました。そして2018年からそのレベル4実験室
での実験を指導させています。そのことからウイルスってもしかしてここから流出したんじゃねっていう説が広まっていったんですね。まあ無理もないですよね。そこまでピンポイントな期間がそのピンポイントな場所にあるっていうことなので、それでも科学者らは新型ウイルスの起源は自然のコウモリだと考え、そこから仙山港を経由して人へと感染した可能性があるとの見解を示していたんです。まあ仙山港は絶滅が危惧されていたんですけど、中国国内で仙山港の鱗が古くから伝わる薬の材料として違法に取引されている事実もありました。そして2020年1月、イギリスの医学誌ランセットに発表された中国科学者チームの論文には、2019年11月に発症したとされるコロナウイルスの最初の感染者と2020年初期に感染者合わせて41人中の14人はウイルス発生源とされる武漢の野生動物市場とは何の関係もつながりもなかったと発表されたんです。そして中国を代表するコウモリコロナウイルスの研究者の一人で、武漢ウイルス研究所 P4 実験室の副所長である関清麗氏は、米科学誌サイエンティフィックアメリカンのインタビューで、新型コロナウイルスのゲノム配列は自身の研究所がこれまで収集研究したコウモリコロナウイルスのいずれとも一致しなかったと発言しているんです。要は武漢に関係ない人たちもウイルスが出たし、研究所にあるサンプルとは一致しなかったんだよっていうことだったんですね。でもこの発表自体が2020年1月のものだったので、ちょっとね、新型コロナウイルスが出始めた頃じゃないですか。ちょっとその結論に至るの早すぎじゃねって思われていたそうです、周りからは。しかもなんとこの最初の感染者の中には武漢ウイルス研究所の研究員が3人含まれていたということが分かり、その上一番最初にウイルスに気づいた医師には公表しないように口止めをしていたんです。このことからアメリカで保守派に人気の FOX ニュースのキャスターからは、研究所から流出の説を後押ししてトランプ政権の中でもかなり注目されたんです。ただそれでも研究者の間では新型コロナウイルスはね、自然に発生したという定説が広まっていて、人為的にね作ったとされる決定的な証拠が見つからなかったんですね。はっきりとした証拠がなくとも、その後続々といろんな説が出てきて、その一つが雲南省のコウモリがコロナウイルスの由来なら、なぜコウモリの生息地の雲南省でなく武漢で新型コロナウイルスの第一感染者が出たのか。これについては武漢ウイルス研究所が中国中からのコウモリ由来のコロナウイルスを集めていたとされ、その集めたコロナウイルスを他の動物に感染させ、もっと病原性の高いウイルスを探していたという話があるんです。そして研究段階で新型コロナウイルスを豚やウサギ、ネズミなどの動物では症状が出なかったことから、処理という名目で実験動物の肉を市場に横流。これは研究所で実験に使われた後の動物の処理を民間企業が請け負っていたためだと言われています。その話の通りなら人為的にウイルス性を強めて、それを故意なく外に漏らしちゃったということなんですけど、てかそんなやばい実験しているのに、それをそのまま外に流すのもエグすぎる。他にも米紙ワシントンポストが2018年にアメリカの科学専門の外交官が中国の研究施設示唆に何度か派遣され、その上で中国政府へ武漢のウイルス研究所の安全性や衛生面に問題があるという2件の警告である外交公電を公表していたこともあったんです。ワシントンポストの記事によると、米外交官たちは武漢ウイルス研究所の安全性管理体制に脆弱性があり支援が必要だと求めていた。またこの研究所が行っていたコウモリのコロナウイルスの研究が重症急性呼吸器症候群のようなパンデミックを起こしかねないと示唆した米当局者たちは懸念していたと記載していたんです。この記事の発見によって米政府内ではコロナウイルスの武漢研究所流出説が加速していったんですね。しかもこれはパンデミックが起こった結構後に分かったことだったんですけど、中国国保省の武漢ウイルス研究所に新型コロナウイルスと極めて類似したウイルス標本が2013年に送付されていたと英紙サンデータイムズが2020年7月5日に報じたんです。ちょっと思い出してみてください。パンデミック当初、中国を代表するコウモリコロナウイルス研究者の一人で、新型コロナウイルスのゲノム配列は自身の研究所がこれまで収集研究したコウモリコロナウイルスのいずれとも一致しなかったと発言していたことをかなり矛盾していますよね。しかもこのウイルス研究所に送られたとされる凍結サンプルは2012年中
国の雲南省の銅鉱山の廃鉱で採取されたもので、この廃鉱でコウモリの糞の清掃作業を行った6人が重度の肺炎にかかり、うち3人が亡くなっていたんです。武漢ウイルス研究所は3人の死因はコウモリから感染したコロナウイルスの可能性が高いことから、2013年のウイルスサンプルが送られてきた後に武漢ウイルス研究所に所属するコウモリコロナウイルス専門家がこの廃鉱を調査し、2013年に雲南省で採取された RAT-G13 と新型コロナの相動性が 96.2% だったことを明らかにしたんです。サンデータイムズは RAT-G13 は雲南省の廃鉱で見つかったコロナウイルスであることはほぼ確実だと報道しました。ただこの2013年に見つかった RAT-G13 と今現在流行している COVID-19 の進化過程距離が数十年も離れている可能性があると科学者が指摘しているんです。なぜこんな短期間で進化しているのか、これについてはサンデータイムズが武漢研究所に質問してみたんですけど、返答はなかったそうです。2013年に今のコロナウイルスの元となるウイルスを保持していたのにもかかわらず、それを黙っていたこと、もしその元のウイルスをゲノム編集してた結果、今回のコロナウイルスができていたとしたら、なんていうこともあり得るかもしれませんよね。これは元々あったウイルスを今回のコロナウイルスにゲノム編集することができるのかって話ですけど、中国は様々な DNA のゲノム編集の研究を行っていて、その分野ではかなり進んだ技術を持っています。デザイナーベイビーとかキメラ研究とかニュースにもなっていたし、そして今回のコロナウイルスに関しても中国国交省武漢市の研究所で作られたなどとするいわゆる人工説の証拠だとする論文を、なんとアメリカに渡った亡命中の中国人学者が発表しちゃったんです。人工ウイルスである具体的根拠としては、新型コロナによく似たコウモリ由来のウイルスが見つかっていることや、人の受容体と相互作用を起こす部分が SARS コロナウイルスと似ていること、ウイルスの感染する性質を変える特有の変異があることの3点を挙げ、おまけに新型コロナウイルスを人工的に合成するための作業手順も示し、約6ヶ月ほどでウイルスを完成させてしまうという内容だったんです。ただ発表された論文に関しては、全部が全部デタラメじゃないけど、論文の形式になんか問題があったりして結構否定されていたらしいんですね。ただ 100% 嘘とも言い切れないそうです。そこが怖い。コロナウイルスについて最初はアジア方面で爆発的に流行したのに比べ、欧米や南米、ヨーロッパ近辺では爆発的に、そして重症化する割合もアジアと比べると比較的高くなっています。これについてはもともと人種的に保持している抗体の違いなどが関係している可能性があるんですけど、約6万年前の人間のゲノムに入ったネアンデルタール人の遺伝子を受け継いだ人は、新型コロナウイルスに感染する深刻な合併症が起こる危険度が高いとヨーロッパの研究者らが明らかにしたんです。これはドイツのマックス・プランク人類研究所とスウェーデンのカロリンスカ研究所が国際学誌ネイチャーに発表した論文で、人間の遺伝子のうち3番目の染色体から新型コロナウイルスの症状を悪化させる遺伝子6個を発見したとされる内容でした。この6つの遺伝子は今ある人類が約6万年前にネアンデルタール人から受け継いだもので、その遺伝子を持っている人が新型コロナウイルスに感染すると、人工呼吸装置を必要とする重症に発展するリスクが3倍も高くなるとの結果でした。ネアンデルタール人は絶滅した人類の一種で、最近の研究によるとヨーロッパに移住したネアンデルタール人は約4万2000年前に絶滅。ネアンデルタール人由来の遺伝子を持つ人の割合は地域ごとに差があるんですけど、南アジアでは約 50%、欧州では 16%、しかし中国、韓国、日本といった東アジア地域やアフリカではこの遺伝子はほとんど発見されず、ほとんどの人がこの遺伝子を持っていないということになります。なのでここだけを見ると、ニューワールドオーダーやアングロサクソンミッションなどの白人よりの計画を懸念した中国が生物兵器として今回のコロナウイルスを生成したという話につながっちゃうんですね。
そんな暴露話ややばい話がいろいろなところから出てきたんですけど、中国側も反論したんです。まず中国側は一貫してウイルスのゲノム編集により生まれたウイルスではないということ、さらには武漢の海鮮市場が発祥地ではないと主張していました。その根拠は2019年10月に国交省武漢で行われた世界軍人オリンピックに参加した米軍軍人5人が原因不明の伝染病にかかり、武漢の病院に入院したという治療を受けていた事実があるからなんです。武漢で行われた軍事オリンピックには世界109カ国の地域から約9300人の軍人が参加、うちアメリカからも369人が参加していました。369ではなぜ他の国ではなくアメリカなのか。その理由の一つは2019年7月、米メリーランド州にあるエボラウイルスなどの細菌研究をする米陸軍研究機関である細菌生物兵器研究所にて汚染水漏れが起き閉鎖された事件があったからなんです。ニューヨークタイムズに記載された内容には、汚染水漏れによる健康被害の報告はないが、2001年には上院議員数名に炭疽菌が送りつけられた事件があり、研究所で働いていた研究者が炭疽菌を送ったとの疑いが持たれ、その研究者は2008年に自決している。2つ目の理由としては、2019年冬から3月中旬までアメリカでのインフルエンザ感染者が3400万人を超え、2万人近くが亡くなったこと、そしてその亡くなった人の中には新型コロナウイルスに感染していた人たちもいたと指摘されたんですね。これについては確かに米疾病対策センターのロバート・レッドフィールド所長が、インフルエンザウイルスによる死亡と診断された人たちの中にはコロナウイルス感染が原因だったケースがあったと証言しているんです。そして3つ目の理由に、軍人オリンピックに参加していた5人の米軍軍人が輸入伝染病に感染し、武漢の病院で隔離治療を受けていたとされることなんです。その軍人5人に関しては2019年11月に退院した時の様子が地元紙に掲載されていました。この3つの理由を踏まえて中国側は武漢がウイルスの発祥ではないと主張していたんです。そしてもう一つ気になる話があって、今回のウイルスが自然由来ではなく生物兵器かもしれないと思わせる話なんですけど、2017年1月21日、ドナルド・トランプが大統領に就任した3週間後の2月14日、これから起こりうるパンデミックの可能性、危険性についての講演会を開いていたファウチ博士は、なんとはっきりとトランプ大統領の政権中にウイルスによるパンデミックが訪れることを発言していたんです。さらに最初の新型コロナウイルスが発見される1ヶ月前にジョン・ホップキンズ大学とビル・ミリンダ・ゲイツ財団がパンデミックが起こった場合のシミュレーション議論イベント201を主催していました。めっちゃいいタイミングですよね。しかもですよ、実は2014年ファウチ博士の下でコロナウイルスの研究をアメリカで行う話が持ち上がっていたんですけど、当時オバマ大統領がアメリカでのウイルス研究を禁止していたため、ファウチはコロナウイルスの研究を中国に任せ、武漢ウイルス研究所へ370万ドルの資金援助をしていたそうです。そして2015年頃からコウモリ由来のコロナウイルスを採取する研究が開始されたんです。こういった説があるんですけど、これがね本当かわからないんですけど、もしこれが本当だったら今日話したこと全てつながっていくんです。ちょっとまとめてみますね。2012年、洞窟清掃員が亡くなった原因とされるコウモリのウイルスサンプルが2013年になって武漢ウイルス研究所に送付される。2014年、ファウチ博士のもとにコロナウイルスの研究の話が上がってくる。しかしファウチ博士は研究を資金援助とともに中国に任せる。2015年、武漢研究所内に高レベルの実験室が開設される。2017年、ファウチ博士がパンデミックが訪れると断言。2018年に本格的に高レベルの実験室にて高レベルの病原体の実験を開始。同年、アメリカが緊急所の安全性を懸念。2019年、ジョン・ホップキンズ大学とビル・メリンダ・ゲイツ財団がパンデミックが起こった場合のシミュレーション議論を主催。その1ヶ月後、新型コロナウイルスの人への感染を確認。2020年、本格的にパンデミックが訪れ、2013年に研究所に送付されたウイルスサンプルが新型コロナウイルスと極めて類似したウイルスだったことが発覚し、中国からコロナウイルスは人工ウイルスだと断言する研究者がアメリカに亡命。
皆さんはこれどう感じますか？そして今月になってまた中国の研究者が雲南省でコウモリから新たにコロナウイルスを複数発見し、しかも新型コロナウイルス感染症を引き起こす SARS-CoV-2 の遺伝子的に2番目に近いウイルスの可能性があるウイルスに含まれていたと発表したんです。この雲南省は清掃員が清掃して結果3人が亡くなった場所でもあり、また研究者たちが SARS の起源を調査しに行った場所でもあるんです。なぜこのタイミングでこの記事が出てきたのか、中国側は意図的にアメリカと WHO の調査を交わすために、あくまで今回のウイルスは自然に発生したものですよと主張したかったのかもしれないです。以上が発生から現在までの流れなんですけど、皆さんどう思いますかね？どこが怪しいと思いますか？研究所から流出したのか、あるいは自然発生したものなのか、どこの組織が怪しいと思いますか？もう国とかの話ではないと思うんですよね。もし誰かが作ったとしたらどこかの組織ですよね、おそらく。みんなの考察聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。